こんにちは、イラストレーターのバピンチです。今回は光と影の描き方シリーズの第2弾の動画となります。このシリーズではこちらのイラストで使われている光と影の様々な技法について解説しています。第2弾の今回は光の硬さや柔らかさに着目した様々な表現について解説していきます。もし今回の動画を難しいなと感じる人がいれば、第1弾である前回のハイライトの描き方講座であったり、より簡単な内容はこちらの影の描き方講座で紹介しているので、まずはそちらの動画を見てみると、より今回の内容を理解しやすくなると思います。それでは早速今回の内容に入っていきましょう。1、ハードライトとソフトライト。こちらの球体をご覧ください。前回のハイライトの描き方講座の理解がちゃんとできている人であれば、今回こちらハイライトがはっきりと現れているので、この球体は表面が滑らかであるか硬い素材であるなということが分かるように描かれているイラストっていうことがちゃんと伝わっていると思います。反対にハイライトがこのようにぼんやりと合っている場合であれば、表面がザラザラしているのか、もしくは柔らかい素材なのかなということが伝わるように描かれているイラストということも理解していただけると思います。しかし実はこれ、影の形が変わると状況が変わります。影をこのようにしてしまった途端、ハイライトの入り方はぼんやりとしているのに、この球体は硬いのか柔らかいのかということがわからなくなります。一方で柔らかい雰囲気であるということはそのまま受け継いでいます。ですからこういった状況では硬い素材を使っていたとしても柔らかい雰囲気を出すことができるんです。一体何が起こったというのでしょうか。実は物体の素材だけではなく、光源の種類によって光と影の出来方が変わってきます。こういった硬い物質であっても、このように影とハイライトがくっきり現れる、そういった光源をハードライトと呼び、硬い物質であっても、このようにハイライトと影がぼんやりと現れるような光源をソフトライトと言います。それではハードライトとソフトライトの仕組みについてもう少しだけ詳しく見ていきましょう。結論から言いますと、こういった点による光源がハードライトで、こういった面による光源がソフトライトになります。それぞれの一番の違いは光の進む方向です。ハードライトは点光圏から放射状に光が伸びていくので、こういった道筋を光が通ることになります。それに対しソフトライトは面全体から光が出るので、このように平行な道筋を光が通ることになります。それぞれの光源が作る影についても見てみましょう。ハードライトであればこのように放射状に光が伸びるので、このような形で影ができますね。対するソフトライトはこのように平行に光が伸びるので、影はこういった影を作ることになります。そしてここからがポイントです。光は回折という現象を起こします。遮られた後、少し回り込むんです。つまり実際はこのようにはっきりと影の境界が現れるのでなく、遮られる部分の外側にいるこの部分からの光が多く回り込んでくるので、遮られたはずのこの内側の部分の影にも一部光が漏れてきます。そのためソフトライトではこの影の境界が光が直進する場合にできる遮られる影の形より、実際は少し内側も明るくなるので、このように境界がボケることになります。それが先ほどの球体でお見せしたこちらのボケている影ということなんですね。一方で点光源によるハードライトでは、この影の内側に回り込む回折、もちろん多少はするので、この遮る物体から影ができるところまでの距離が長ければ長くなるほど、この縁はボケていくのですが、この外側ですね、外側から入ってくる光の量が少ないため、ソフトライトほど大きなボケが現れないということなんです。先ほどの球体をもう一度見てみましょう。こちらがソフトライトによるものに対して、こちらがハードライトによるものです。こちらの方が影がくっきりと現れていて、そして遮っている物体から影の部分が離れれば離れるほど少しずつ
ボケ足が強くなっているように書かれています。では、ハイライトの強さもなぜ変わってくるのかということを少しご紹介します。それは、ソフトライトはハードライトを元に作られるものだからです。今回はソフトライトを作る大きく分けて3つの方法をご紹介します。1つ目の方法は、こういったハードライトを半透明の板などで覆ってしまうと、ここから一部漏れ出した光はこのような平行な経路をたどるソフトライトになるわけなんです。つまり元のハードライトを元にした光がさらに弱くなって降り注ぐことになるので、ハードライトに比べて弱い光になります。続いては光の拡散によるものです。光の拡散とは、前回のハイライトの動画で解説した乱反射のことです。乱反射は別名拡散反射とも言われ、このように面に光がぶつかった時にあちこちに光が方向を変えて反射するという現象です。これが光の拡散であって、これも元の点光源から光の量が全体的に減ってしまうので、これによってできるソフトライトもハードライトに比べて弱い光によるものになってしまいます。3つ目は光の散乱です。これはこの後すぐより詳しく解説をしていきますが、不純な物質に入った光がその中のいろいろな粒にぶつかってあちこちと進む方向を変えてしまう現象です。ここから出る光も平行光線のソフトライトとなり、またあちこちに方向を変えている分、元の点光源から光が弱くなっています。特別リアリティを追求しないイラストの表現であっても、ハードライトとソフトライトを意識することで、硬い素材であるのにソフトライトを使うことで柔らかい雰囲気を出したり、反対に柔らかい素材であるのにハードライトを使うことによってはっきりとした印象を与えるということができます。そのためこれも少し意識してみるといいでしょう。2、光の散乱。皆さんこちらを見てください。青々と広がっている空。あれなんか違和感感じませんか？空ってどうして青く見えるのでしょうか？いや、ここで言っているのは空が青とか赤とか色の話ではなく、そもそも空が見えているということに疑問を投げかけています。私たちがよく知っている空にある光源って太陽ですよね。ここから光が出て私たちの目に届いているので、ここが白く見えるというのはいいじゃないですか。でも空って光源なんですか？空から光が出ているんですか？まだピンときていない方、こちら見てください。空ってこんな風になるべきじゃないんですか？私たちはなぜか空が光っていると認識しているので、空がこのように明るく見えているんですよ。少し難しいことを言ってしまいましたが、これこそが光の散乱です。太陽の光が私たちの目にこのように直接届くのとは別に、空気の細かい分子にぶつかったいろいろな方向の光は、それぞれの場所でその分子の周りに散乱もします。その散乱した光が目に届くので、この光源以外の周りの部分からも光が届いているように見えて、そして空は明るく見えているんです。その中でも特に空の空気が青色の光を強く散乱するので、空は青く見えています。このように光の中でも特定の色だけを特に強く散乱するような散乱をレイリー散乱と言いますが、このレイリー散乱は空気の粒のようにとても小さな粒による散乱という現象です。対してもう少し大きなボロイドによる散乱、ボロイドと聞くと難しく感じるかもしれないので、具体例をいくつか挙げます。例えば霧や埃、雲であったり、泡やクリーム、牛乳や泥水、着色ガラスなどがコロイドにあたります。こういった物質がなんとなく明るく見えるとか色がついて見えるというのは散乱による現象で、これはレイリー散乱とは区別されて、
ミー産卵と呼ばれています。実際イラストを描く上でレイリー産卵は基本的にほとんど青空以外で使う場面がないので、この両者を区別する必要は特になく、このミー産卵の方を覚えておいてください。ミー産卵の方は特定の色を強く産卵するとかではなく、光源もそのまま産卵するので、もしこの光源が白ければ周りで産卵されるで目に届く光も白いし、この光源が赤ければ周りで産卵される色も赤くなるというのがミー産卵です。青空は青を特に産卵するので、そのレイリー産卵とミー産卵は別物ということが分かりましたか？つまりこういった青空でこの青い部分は太陽の光のうちの青い部分だけを産卵しているレイリー産卵、ここに浮かんでいるこの雲というのは実際は中は水や埃の粒であって、空気の粒なんかよりとても大きなものになっているので、ミー産卵を起こし太陽の白全体を産卵して白く見えているというわけなんです。またこのミー産卵は白明光線だとか光芒と呼ばれる現象を表現するのにも使うことができます。例えばこういったどんよりとした空、こういった空からこのように光が降り注ぐような幻想的な場面、見たことありませんか？こちらが白明光線という現象で、これは曇っている時のように湿度が高いため、空気中にたくさんの水の粒が浮かんでいる時、この水の粒によって白色のミー産卵が起きて、こういった白い光の筋ができるんです。もし雲がなければ光を遮断する部分がないので、こういった光の筋のような形でできるのではなく、全体が白くぼんやりと見えてしまうので、これが霧だとかになって見えるわけなんですね。また白明光線はこのような水面下の場面で見かけることもあります。これは遮っている部分は上の波の独特な形によって光の強弱が生まれている。そしてなぜこの光の道筋が見えるのかというと、産卵しているのはここの水の粒であったりプランクトンなどの微小な粒によって発生しているというわけなんです。この産卵を理解すれば空気遠近法についての理解も深めることができます。まず遠くの景色はこのようにぼやけて見えます。これはこの景色が目に届くまでに空気を通っているので、やや散乱されてはっきりと目に届かなくなるからです。また色合いもこうではなく、このように青みがかりますよね。この青みがかっているのも産卵によるものです。レイリー産卵によって空気中で青い光が拡散されるので、遠くの景色は青く見えます。例えるならここで見てる人からこの遠くの景色に対してこの間に青空が広がっているといったニュアンスで理解してもらっても構いません。そして遠くの景色は青く見える時だけではなく、このように白く見える時もありますよね。この白は水の粒やホコリなどによるものなので、例えばこういった風に白で遠くの景色をぼんやりさせれば、その地域は湿気が多いのかなといったことも表現することができるわけなんです。3. レンズフレア。こちらのイラストをご覧ください。こちらのイラストのここの周辺、白くぼやけているのがわかりますか？強調してみるとこんな感じです。この表現をなぜしたのかということを解説します。この表現を先ほどまでの話と混同し、光の散乱であったり拡散によるものと勘違いする人もいらっしゃいますが、そういうわけではありません。光の拡散は単純に乱反射のことであって、それはハイライト以外の部分が見えているということを説明するための現象です。そして散乱は小さな粒にぶつかって周りが見えるということなので、もしこれが散乱である
としたら、この周辺に水の粒やホコリなどが舞っている必要があります。そうでもないのに、こういった表現も取り入れているようなイラストはよく見かけますし、そういった写真も存在します。これは実は写真由来の表現なんです。これは強い光をカメラに映した時に、この光源からカメラの間にある経路で起きている現象なのではなく、強い光がレンズに入った時に、ここのレンズの中で発生している現象なんです。ここのレンズの中で変な反射を起こすことによって、この光源の周りもぼんやりと明るい光が届いているように見えてしまうような錯覚のような現象なんです。つまりこのイラストでも取り入れているのは、ここの周りに粒が浮いているなということを表現する散乱なのではなく、ここに強い光が当たっていてレンズフレアを起こしているということを説明しているような表現になっています。つまり先ほどのこちらの太陽ですが、カメラで捉えようとするととても強い光源なので、この太陽の周りにこのように白くレンズフレアが現れます。そしてさらに強い光がはっきりとカメラのレンズに入った時、そのレンズフレアの形も色もはっきりと現れるようになって、このような形を持って現れることがあります。これを特にレンズフレアではなく、その中のゴーストと呼びます。一般に絵描きがレンズフレアと聞いて想像するのはこのゴーストのことだったんです。このフレアとゴーストを表現することによって光源の強さを強調することができるので、イラストでは積極的に取り入れることができます。カメラで写真を撮るときに関しては、このフレアやゴーストは被写体の邪魔になることが多いので、あまり入れないことが好ましいという例が多いようです。しかしイラストであれば好きな位置に配置できるので、邪魔にならないように単に光源の強い表現としてそこに書き足すことができる点で、とても便利な表現になっていると思います。4. イラストの解説。それではこちらのイラストで使われている本日解説した内容、どういった部分で使われているのかといったことを説明していきます。こちら光源が逆光にある奥の光源と順光の右上の方の光源とありますが、どちらもハードライトを意識して描いたものになります。右上の光源によるこういったハイライトははっきりと形が現れています。その中でもこういった部分のハイライトははっきりと現れておらず、ぼんやりと浮かんでいるので、これは柔らかい素材だなということが伝わるようになっています。一方で奥の逆光によるハイライトも形がこのようにはっきりと現れており、ハードライトな光源だなということがわかるようになっていますね。こういったパッキリした印象を出すためにハードライトを採用しています。その中で一部線画が飛ぶほど白くなっていたり、背景全体が白く光っているような現象になっているのは、これはミー散乱もしくはレンズフレアによる白く光っているような演出であるような、そういった表現になっています。つまりこれは手抜きの白背景なのではなく、背景全体の強烈な逆光による散乱やレンズフレアを表現したものになっているので、物足りなさが感じないような白背景になっているわけなんです。いかがでしたか？今回の動画は内容が難しかった上に情報量も多く、ここまで見ていただいた皆様には本当に感謝しかありません。今回の内容を全て一度で完全に理解するというのはなかなか難しいと思いますので、ぜひ今回の内容は何回も見返していただいて、少しでも腑に落ちるようになっていただけたらなと思います。こちらのイラストで使われている技法でまだ解説できないような内容がいくつかあるので、それも次回以降引き続き解説をしていきます。しかしここまでの内容をある程度分かっていただけたら、次回からの内容はかなり簡単に感じていただけるかなと思いますので、ぜひ前向きに待っていてくださいね。そして
それを最後乗り越えさえすれば、あなたも光と影の知識で困ることはきっと今後もうありません。あとはいろいろな上手い人のイラストや写真や実際に足を運んで綺麗な景色を見たりして、どういった光の現象が起きているのかということを見て学ぶだけになります。このシリーズの講座はあと2回、ぜひ一緒に駆け抜けていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは引き続きイラストに関わる動画を上げていきます。質問や動画のリクエストはコメント欄にお気軽にお願いします。チャンネル登録、高評価がまだの人はよろしくお願いします。それでは。